N ゲージ鉄道模型をやってる人なら自宅に大レイアウトって憧れますよね。自分の大好きな列車たちが街から堰堤を駆け上がって山を抜けて鉄橋で川を渡り海岸線をかすめながらまた元の街に戻ってくる。でも夢はあっても実現できない人が大半ではないでしょうか。電気士クラブもそういう人の一人なんです。はーい、電気士クラブです。自宅にレイアウトを諦めた理由として、1、自宅にレイアウトを作るスペースがない。列車たちを置いている場所を一掃すれば作れなくもないのですが、それじゃあ列車たちはどうするの？やっぱりダメか。2、レイアウトができても埃対策が浮かばない。皆さん埃対策どうしてるんでしょう？毎日こまめに清掃する自信がありません。時々2週間から最大3ヶ月ぐらいの出張がありましたので、当然その間は掃除ができません。この2点が主な理由でしょうか。それでも自分の大切な列車たちが山は無理としても街や田園風景を走る姿が見たいじゃないですか。N ゲージャーとしてレールにバラストも巻いてみたいし、線路脇のキュービクルなども作ってみたいんです。かくして電気士クラブは走らせる時だけ広げるセクションジオラマという方法を選びました。これは駅なら駅だけのジオラマ、川と鉄橋のジオラマ、田園風景のジオラマなどセクションごとにジオラマを作ってジオラマ間をファイントラックでつなぐという選択でした。そうすればしまっておく箱が決まればそれに合わせたサイズでセクションジオラマを作る。バラストも巻けるし駅前風景だって作れる。商店街だって作れる。N ゲージャーの夢の一部が実現できます。それに何といっても年に 2,3 回しか走らせなくても埃の心配がいらないのです。久しぶりに並べた時にはクリーニングカーをさっと走らせてレール表面の酸化皮膜を取ってあげれば大丈夫です。そして今日は公民館だから小さめのレイアウト。今日は会社の食堂を借りたから全てのセクションジオラマをつぎ込んだ大きめなレイアウトと、全体の大きさや形は自由自在。毎回違ったレイアウトを楽しむことができます。今日は電気士クラブがセクションジオラマとファイントラックを使って組み立て式レイアウトを楽しんでいる様子を近所の公民館の会議室を借りて小さめのレイアウトでお届けしましょう。電気士クラブは列車の収納姿にこだわっていましたが、実はレールやセクションジオラマの収納についてもそれなりにこだわっているんです。線路は物置に収納してありますので照明が暗いですがお許しください。線路収納は A4 書類がゆっくり入るデスクトレイという箱を使用しています。カラーも何通りかあったので線路の種類によって色分けすることで探すときに便利なように工夫してあります。まずはストレートレールです。ファイントラックでは S280 というレールで長さが 280mm あります。無造作にゴソゴソ入っているように見えますが、この箱はすべて S280 が入っています。長編成の列車を止めるヤードをたくさん作るので、少しずつ買い足しているうちに何本ぐらいあるのかな？いや、多分200本ぐらいあると思います。こちらはストレートの波数レールです。エンドレール S72.5、その下が S70、バリアブルの V70、そして隣へ行って S158、上に上がって S99、そして先ほどのエンドレールの下側に S140 があります。カーブレールは複線だけなので基本の C280-45 と C317-45 になります。横にフィーダー線をいっぱい入れてあります。まさかの時に予備や延長コード、二股分岐コードなども入れてあるので何かと便利です。こちらはカーブの波数です。C391、C280、C317、下に来て C354、C243、そして一番こちらに C541 という
15度長さのレールを保管しています。また、上の隅には直線のさらに短いハンパレールをいくつか取り揃えてあります。そして一番下の部分にはリレーラーを何本か用意してあります。運転会の時に電吉クラブのみんながレールを手分けして敷いてくれたり片付けてくれたりするんですが、このように箱を仕分けて区切ってあるととても効率的に作業ができるんです。こちらは複線レールです。複線レールといってもワイドレールといって売っているものを真ん中でつないで両端のワイド部分を切り落としたものになります。ばらけないように合成ゴム系接着剤で固定してあるんです。ストレート280は結構使うのでおそらく50本ぐらいはあると思います。レールがやけに綺麗すぎると思ったのか、すべてウェザリングをしています。複線カーブレールです。箱の隅っこには複線ストレートの半端もいくつか入れてありますが、カーブレールにはカントがついていますので、メインの45度部分と 22.5 度のアプローチレールも左右を整理して保管しています。こちらは高架橋の S280 サイズのレールです。昔買った時には線路が茶色い時代でしたが、すべてファイントラックへの換装を終了しています。また、高架橋部分はプラの成型色丸出しだったので、クレオスのナンバー31軍艦色を吹いてプラスチック感を消してあります。まだ墨入れはできていないんですけど。また、高架橋ではこのようにカーブとストレートのサイズを表記して同じ箱に入れてあるものもあります。あまり使わないサイズはこうした隙間利用で少しでも収納体積を減らす工夫をしています。はい、次は電動ポイントです。電動ポイントは上手に整理して入れることができなくて、右も左もわちゃーっとごちゃごちゃに入れてあるので恥ずかしいです。でもヤードのほとんどが右分岐になるように作るので PR 側が圧倒的に多いですね。駅構内に使う分はすでにセクションジオラマに組み込んでありますので、この箱ではもっぱらヤード用プラス予備が5個ぐらいなんです。どの子にもちょっとウェザリングしてポイント可動部の油染みなどを表現してあります。またコードを束ねるバンドとかポイントナンバースタンドなども用意してあります。これをポイントの脇に置くことでポイントコントロールボックスの何番のレバーを動かしたらよいか迷うことがなくなるんです。デッキガーターです。デッキガーターは列車が美しく見えるので結構好きな鉄橋です。ですからかなりありますね。色はすべて実感的に塗り替えてしまっています。こちらはトラス橋です。こんな感じです。こちらもプラスチックの安っぽさが気になってばらして塗り替えていますね。こちらは大鉄橋です。560ミリの長さのもので、上トラスが2個、下トラスが1個あります。また、仲間の一人が作ってくれた真ん中にリレーラー線路を仕込んだアーチ橋も1個あります。レンガ長着もこんな風に出しやすく片付けやすいように工夫して保管してあるんです。こちらはスペーサーと言いまして、肉厚 11.2 ミリのボードの上に作られたセクションジオラマ部分と肉厚部分のない一般ファイントラックの段差を徐々に緩和するときなどにレールの下にあてがって使います。厚さ10ミリのスチレンボードをカットしたものと加藤の車両ケースに入っていたウレタンシートをカットして活用しています。ウレタンシートは何枚か重ね合わせることで 2.5 ミリ、5ミリ、7.5 ミリ、10ミリと小刻みな寸法調整を行うことができます。パワーユニットもこんな感じで保管しています。トミックスの無線型のパワーユニットが便利なので、これを使っています。黒と赤を1台ずつ。運転会は基本的に複線で運転するので、この2台がメインになります。ポイントコントロールボックスとポイント延長ケーブルです。セクションジオラマ化してある駅のところとかヤードとかはポイントをフルに使いますので、セットしてつなげてあります。
ヤードはたくさん作ってあげて、電吉クラブの子供たちがいろいろ車両を持ち寄りますので、持ってきた車両たちを少しでもたくさん止められるように配慮しています。トミックスの電動ポイントは何個か繋いだり、ポイントが遠く離れたりすると、パワーユニットからの 12V 電源ではまともに動いてくれなくなるんです。僕はこのようにポイントパワーユニットという 24V の強化電源を3個用意してなんとか対応しています。で、ポイント延長ケーブルとかもたくさん入れてありますが、ちょっとごちゃごちゃしてお恥ずかしいですね。サウンドプロセッサーなんかも準備しちゃっていますね。これなかなか素晴らしくって、特に蒸気機関車の発射の時のシュッ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 というブラスト音を一度使ったら虜になってしまいました。ここら辺にカードもいくつか。加藤の戦略にハマってたくさん買っているわけではありませんが、蒸気機関車、電気機関車、電車、ディーゼルカー、旧型国電、京急、ドレミファインバーターなど特徴的なものは抑えてあるつもりです。はい、これハンドマイクです。鉄道模型の運転会にハンドマイクって何？と思われる方がいらっしゃるかと思いますが、毎年11月3日には市民イベントがあって、野外のテントの下で運転会をする機会があるんです。野外でやっていると、大人も子供もギャラリーの方が大勢集まって見ていってくれるんですね。その時に、今走っている列車は昭和20年代に東海道線を走っていた特急つばめ号で蒸気機関車に牽引された豪華列車だったんです。なんて説明が必要になるので、その時に使っています。あと、その他もろもろ電源延長コードだとか、レールクリーナー、ペン、紙テープ、養生テープみたいなものも入れてあります。運転会も長い時間になりますので、途中でかみさんがいなり寿司や飲み物なんか差し入れてくれるんですが、どれが誰のコップかわからなくなっちゃうじゃないですか。そんな時に紙コップに名前を書いたりするのにマジックペンを使ったりします。こちらは何かと言いますと、右だ左だ書いてありますが、これは真ん中に車両クリーニングレールをつなげるようになっています。久しぶりに走らせる車両の中には、車輪が汚れて動きが悪い車両などありますよね。そういう車両裏方でクリーニングできるように準備しています。鑑識と試式のクリーニングユニットもここに置き場を固定しています。これは2010年頃の会場の写真です。この頃はメインの駅なんかも現地でレールを組んでポイント配線やホーム、駅舎、跨線橋などセットしていました。それだと駅周辺のセットアップだけで30分もかかったりしてとても不便だし面倒でした。こうやってみんなで配線をやっていました。なのでこの辺りから大きな駅などはセクションジオラマ化したいなと思うようになりました。そうすれば会場設営が楽になるし、時間の節約にもなります。また何よりも自分のレイアウトを持ちたいけど無理と思っていた自分にとって夢への第一歩のような気がしたんです。バラストも巻けるし、線路周りの作り込みができるので非常に楽しい作業でした。セクションレイアウトを作っている作業風景はいずれ動画で見ていただくとして、今日はそれらの保管方法をご紹介しましょう。ちょっと薄暗いですが、ここは物置の中です。レールとセクションジオラマは趣味の工作部屋には置けないので物置に収納してあります。今日は近くの公民館を借りたので、ここ1年くらいコロナで活躍の機会がなかったセクションジオラマを持ち出して繋いでみたいと思います。ここではこのようなプラケースに入れてホコリがつかないようにしていること、それぞれのケースの中身を表示して分かりやすくしていることが特筆点ですかね。この樽の屋駅って書いた1、2、3、4、この4つで電吉クラブのメインになる3面6線で15両編成が停車できる大きな駅ができるようになっています。また当駅には非電化支線への分岐機能もあるので、この先の発展が楽しめます。こちらの
一ノ橋駅は2面2線の10両編成が停車できる駅で、大きなレイアウトを組む2つ目の駅として用意したものです。今日は公民館などで小さなレイアウトしか組めません。この子はお留守番になってしまいます。それからその上の電鉄樽の屋って書いてある箱ですが、これは先ほどの樽の屋駅が国鉄の駅なので、そのすぐ脇に地方鉄道の駅があるという設定で作ったものです。セクションジオラマって結構思いつきでレイアウトを自由に広げることができるんだと新しい発見につながった駅なんです。この上の箱はまだ表示がついていませんが、今、自鉄駅の延長部分を作っているので、未完成品を収納してあります。さらに上の空箱は、線路運搬用と書いてありますが、先ほどのデスクトレイに分類してあるレールたちを運ぶためのもので、1箱に6箱のデスクトレイが収納できます。レールは結構重くなるので、ホームセンターで値は張りましたが、しっかりした容器を選んでいます。ジオラマを入れる箱ですが、僕はニトリのキャスター付きベッド下収納という商品を使っています。サイズが長さ約80センチ、幅が60センチ近い広幅タイプと45センチの狭幅タイプがあって、高さは16センチです。どちらもセクションジオラマの収納にはぴったりのサイズです。長さは実質内乗り75センチくらいなので、ファイントラックだと S280×2 と S140×1 で70センチになるため、この長さをセクションジオラマの基準寸法に決めています。したがって、ここに置いてある樽の屋駅は1、2、3、4をすべてつなぐと15両編成の列車が楽々止まれる2メートル80センチの大きな駅ができるんです。もっともジオラマ同士を連結するのに両端にはファイントラックの S70 を使いますが、中はピーコのフレキシブルレールを使う方が通電の問題がなくて良いようなので、最近ではもっぱらピーコのレールを使うようにしています。それではこれから公民館に行って並べてみたいと思います。このように運転会会場までは車で運んできます。これらの容器たちは運搬にも便利なんです。小さな台車に乗せてこうやって設営場所まで運びます。そしてこんな風に4箱中身をつなげて駅を作ります。では今から開けて作業を始めます。まず樽の屋駅丸1を取り出します。次に丸2です。駅の本社があって一番賑やかな部分です。次に丸3です。跨線橋と貨物駅があります。丸4は構内留置線があって支線が分岐していきます。箱から出して4枚並べたところです。今から一つにつなげていきます。ジオラマ同士の連結部は線路が5、6本並ぶんですが、それぞれのレールのジョイント部がカチッとはまれば連結完了です。4つすべてがつながりましたら、駅前の高いビルたちを設置します。ジオラマ容器の関係で15センチを超えるホテルやマンション、商業ビルは別の高層ビル群の箱に入れていますが、ジオラマの設置する部分にビル名を書いてありますので、それらをそれぞれのスペースに置いて完成します。こうですね。駅が4つつながりました。全体でこんな感じの出来上がりになります。どうですか？かつてポイントや線路を規格通りにつないで駅を組んでいた時代からは信じられないくらい簡単で見栄えの良い駅が登場しました。セクションジオラマとセクションジオラマの間はこのようにファイントラックでつないでいきます。今日は簡単な小判型レイアウトなので、駅以外の部分はすべてファイントラックでヤードの設定はありません。レールはこのようにメンバーが手分けしながら組んでいきます。机と机の間に段差があるところはこのようにスペーサーで埋めて調整します。
駅のメインエントランスは加藤の地方警察署を3階にして看板建築商店の正面交換キットを配したもので、最低でもこのくらいの大きさがないと地方の中枢駅の印象は作れません。また、駅前広場を挟んで反対側に小さな電鉄の駅があるという設定です。国鉄駅と電鉄駅の間の道路は真ん中で割ってあって自由に間隔を広げられるので、後で路面電車の電停を作ってここに挟むことだって可能です。楽しみは無限大なんです。こちらの電鉄の駅はまだここまでしかできていなくて、両側に Y 字分岐、その先に単線がつながるという構想でいます。運転会でセクションジオラマの周りやファイントラックが続く部分の周囲を盛り上げる置物としてこんな市街地ユニットも用意しています。ジオコレの建物もバラバラになっていると一個一個並べたり片付けたりするのがめんどくさいんですけど、こういう風に 1.2 ミリプラ板の上に貼り付けて周囲をジオラマチックに処理をしておくことで使いやすくしています。これもそうですね。こちらは旅館の庭に広葉樹を植えていますし、収納も考えて建物の旅館名や商店名を収納箱にも書いてあるので、運転会終了後にはみんな元通りの場所に戻ることになっています。こちらも旅館ですが、このように箱の底に旅館名を書いた画用紙を両面テープで貼り付けてあるんです。建物も背の高いビルが少しはないとつまらないので、彼らにはちょっと深い箱を用意しています。収納の仕方は同様です。これはイトーヨーカドーです。先輩がマックスのキットとボール紙で作ってくれたんですが、このように一つにまとめて周辺の歩道も作ってお客さんをたくさん配置すると繁盛している感じが出てきます。その先輩の形見になってしまったとても大切な建物です。でもこうして運転会のたびに思い出すことができるんです。感謝です。ビルたちの中には市街地のようにつなげてないものもありますが、収納場所が定まるように名前を書いて定置化しています。これは物置の奥の方の風景ですが、市街地や高層ビル群と書かれた建物用の収納箱がいくつか積んであります。そう、結構あるんです。そうこう言っている間に本日の運転用の小さなレイアウトは完成しました。公民館などを借りると会議テーブル上にレイアウトが作れますので、椅子に座ってゆっくりお茶をしながら走行する列車たちを眺めることができます。最高ですね。それでは最後に公民館レイアウトの走行シーンを見ていただきながら本日はお別れです。